みんな元気？引き続きメディがアーケードゲームの祭典ジャパンアミューズメントエキスポ2018をお散歩するよ。今回は台東ブースを回ります。大きな画面で遊ぶスペースインベーダーがあったり、おしゃれなポンで遊んだり、それからリズムゲームのグルーヴコースター4スターライトロード、メダルゲームや子供向けゲーム VR のキャプテン翼やオーバーテック VR などもありました。早速伝説のゲームスペースインベーダーが40周年を迎えた台東ブースを案内しましょう。アメリカのアーケードゲームメーカーロースリルズのスペースインベーダーフレンジ。大画面に次々に出現するインベーダーを撃破して遊ぶガンシューティングゲームです。先月六本木ヒルズで開催されたプレイスペースインベーダー10でもプレイできましたよ。ちなみにそこにフランス人のビデオゲーム歴史研究家フロロン・ゴルジュ氏が書いたスペースインベーダーに関する本が展示されていました。しかも最近日本語でも出版されています。おすすめですよ。台東ブースに戻りましょう。この大画面のコンセプト、以前ロースリーズがバンダイナムコとリリースしたパックマンでも見られましたね。ロースリルズについては番組で何度か話していますが、ますます活動の場が広がっているようですね。ちなみにアメリカでこのゲーム1年前から稼働しているようですよ。さらに時間を遡ってアーケードゲームのもう一つのレジェンド、1972年にアタリ社がリリースしたポンもありました。ポンがおしゃれな筐体に生まれ変わった。このテーブル型筐体には液晶パネルがありません。動いているのはなんと実物のパドル。2018年1月に開催された CES ラスベガスでも話題を呼びました。ポンはパドルを動かしてボールを打ち返す単純なゲームですが、2人で遊ぶと楽しいですね。僕も番組のステディカム担当ジュリアンと夢中でプレイしていました。パドルを動かす大きなボタンは快適な操作性。ちなみに時計やスピーカーとして使えます。スマホなど充電ができる USB 入力もあります。ボタン部分にカバーをかければテーブルに早変わり。こんなおしゃれテーブルリビングに欲しいな。次の筐体もかっこいい。グルーヴコースター4スターライトロード。5年前に初めて紹介した台東のリズムゲームの第4作ですね。方向スティックでもある大きな2つのボタンが特徴的。多くの新曲を揃えてこの春ゲームセンターに登場する予定。今作ではリズムの判定評価がより細かくなり、押すタイミングがちょっと早い場合は Good、 ちょっと遅い場合は Cool と表示されるようになりました。次はメダルゲームのオーシャンモンスター。台湾のゲームメーカー IGS が開発したゲーム機です。6人まで同時プレイ可能。魚を撃って捕獲するゲームです。セガブースにも海関連のメダルゲームがあったね。流行りでしょうか。使うメダルの枚数によって選択できる武器の威力が変わります。人生と同じお金があれば楽できるちゅこと。方向スティックでパズルボブルのように砲台を左右に動かせます。赤いボタンで射撃。とにかく大物を撃ちまくってメダルをたくさん集めましょう。一時的にバズーカなど強力な武器が使えるボーナスもあり、こちらも IGS が開発した子供向けゲーム機スイートカート。お菓子の世界を1対1でプレイするレーシングゲームです。グラフィックはあれだよ、90年代の終わりに戻った感じ。しかし子供はお菓子いっぱいの世界と可愛い光る車に惹かれるでしょうね。このグラフィックドリームカスっぽくねとか子供言わないよね。さあグラフィックのこと一旦忘れよう。それよりも隣にあったキャンディーボールというゲーム。この筐体に入ってボールのシャワーを浴びる人を見て思わず笑っちゃった。人をバカにするのは良くないので自分でもプレイしてみた。ゲームの目的は落ちてきたボールを1分以内にできるだけたくさん手前の穴に入れること。104個入れたけど思ったより体力を消耗。その後カメラを回すのはちょいと大変だったよ。近くに辻格闘ゲームミリオンアーサーアルカナブラッドがありました。このゲームも去年紹介しましたね。さてブースに着いた時から気になっていたコーナーに行こう。キャプテン翼だ。フランスでもアニメ放送されたけど名前は翼じゃなくてオリビエになっている。ちなみにキャプテン翼のアニメが4月から放送開始予定。15年ぶりらしい。
この不思議な装置のゲームは VR キャプテン翼燃えろストライカー VR ヘッドセット装着して天才ゴールキーパー若林源三相手に PK 戦に挑みます。ゲームでは本物のボールをキック、タイミングよく蹴ると必殺シュートが発動します。蹴った後のボールが自動的に戻ってきます。しかし VR で実際にボールを蹴るのは不思議な感覚。プレイする前にしっかり靴を履いとこうね。 VR キャプテン翼燃えるストライカーは2018年秋に稼働開始予定です。もう一つ気になったゲームに行こう。Overtake VR The Elite Challenge。 VR ヘッドセットを装着してハンドルやペダルで操作するレーシングゲームです。アクションに合わせてコックピットが動きます。体験版のレースはアクション満載。まず赤ではなく黄色のスポーツカーに金髪ではなく青い髪の美女を乗せてスタート。外は戦場、戦闘機のミサイルなどを回避しながら走ります。道が壊されるわ。もうめちゃくちゃやん。だがこの派手さが良い。VR セットしたら激しい揺れによって食べ物が戻りそうって場合は43インチの画面でプレイできそう。試してないけど。グラフィックは細かいとは言えないけどアクション重視の VR ゲームですのでそんなもんでしょう。とにかくゲームは楽しい。 VR 搭載のアーケードゲームは安全のためにスタッフが必要な場合が多いんけど、普通のゲームセンターでもこのゲームがプレイできたらいいですね。去年紹介した電車で GO アーケードもありました。台東ブース巡りはここまでで終わり。番組最後まで見てくれてありがとう。それではアビアント。